俺な、せっかくもうたことあんねん。な、俺は不正やけどな。はっきり言ったら普通ねんけどもらえんねん、簡単に。せやけど肝心な保護いる人がもらえてないねん。腹が減って。この小指がなくなったお話を。ついて食べたいんや。俺神戸やねんけどな。神戸のとこで育って養護施設で。俺戸籍謄本見たらな、親の欄不詳やねん。捨て子やねん。でいうとこで義務教育卒業したら働きに行かなあかんねん。今は高校まで行けるみたいやけどな、俺らの自分ってもう中学卒業したら布団とで服一式とそれ持って住み込みでどっか働かなあかんねん。で初めに行ったんがガソリンスタンドで1年ぐらいおって辞めたけどな。ガソリンスタンドが住み込みですか？そりゃそうやんけ。施設出たら住むとこないんから。めっちゃ厳しいよ俺がおった昔はな。今はそうでもないけど、俺がおった自分はもうめっちゃ厳しい施設や。それはもう一人が悪いことしたらみんなどう使えるから団体責任でみんな目つぶれ言うて端からバカーンと叩かれて、で俺がおったいうとこはまだ厳しかったよ。だから劇とかなんかやってそういうの招待してくれるやんか。ほんならいろんな施設の子がバー来んねん。で他の施設の子がモーターお菓子まで食べてんねん。で食うたら怒られんねん。そういうぐらい厳しいとこ。他の施設は緩かったからな、みんな平気でバー食うてんねん。モーターケツからな。俺それが羨ましかったな。うわみんな食うてるわって子供心ながらな、えらいつら。で俺らは一旦施設帰ってで施設に渡して、でそこからおやつの日にそれをだから厳しい施設にまあ偶然おってんけどな。何歳からですか？だから俺覚えてない若い時から。だからもう期日だけも施設おった。だから捨て子やから戸籍謄本見るやん。ほんなら俺神戸やからな、神戸市長の誰々によって誰々と名前にするしかない。全然わからないですね。だから親も俺も何も知らんねん俺。もう生まれてからも捨てられてるから。ほんで拾われて施設入って、で一回な俺の生まれる人はな、昔それは秘密ですって流行ったやろ。親探しに行く番組やねん。テレビ番組ですか？いつ頃ですか？もうだいぶ昔流行ったな。流行った。でそれになテレビが親探してくれんねん。その番組に周りの人がで言うねん。でそれ出たら親見つかるか分からん。で俺もほんま出たかって。でテレビ局の人が来て、で俺その時にな顔は出さんとってくれって言うて、それは無理やって言われて、いややっぱ顔出さな俺親全然知らんから向こうも探しようがない。で顔出しは俺 NG やねん。それなんでかな、その時にな俺ほんま親に会いたかったで。せやけど当時薬剤しとったからな恥ずかしかった。それは何歳の時ですか？20代ぐらいじゃん。？20代。別れた親に会う番組やねん。でみんなが俺のこと心配してその番組出たら親見つかるかも分からへん言うてみんなが言うてくれて、でテレビ局の人も来てくれて、で出ますかってなって、で俺顔はちょっと無理やで薬剤しとったからな恥ずかしいやん。そんな薬剤しとって親に会いたいとか言って言われへんやん。そんなもんですか？いや会いたいよ俺めちゃくちゃ。そやけどいや恥ずかしいやろ周りにな、これ薬剤しとって親に会いたいとか言ってそんな言われへんやん。それで諦めてんけどな。だからもう俺もさ昔はよう思ってたで。俺自分の年考えてな、今30やからほんなら親がおったとしたら今何歩ぐらいやからもう間に合えへんなとかな。で40になったら言うんで、ほんなら
大体この年ぐらいからまだ生きてるかなとかもうずーっと来てもうだから俺68になったらもう死んでるやろなみたいな。だからヤクザに入ったきっかけはやっぱり施設出てやっぱり昔のヤクザってな、車乗って女抱いてな生活してそんな目の前に見とったからなりたいな思ってな。どうやってその入るんですか？だからゴンタとかしとったらもうそういう人とまた知り合うから。何ですかモンタって？ゴンタ悪いことしとったらそういう人と知り合うやん。何してたの？結構な悪いことしとったからだからそういう人知らうやん。でうち来るかってはいみたいな。指はなんで切ったんですか？ヤクザやめるのにそれ切る必要があったんですか？ない。いやだから先走っていやだから何のやめるのに落としてで持っていったら「お前片桐りなのに指落としてどないすんで」って判定で怒られた。そうなんですか？片桐りなのに指なくなってどないすんで。でそれで小指を受け取った。あんた受け取ったんですね。いやいらんよ。え？この指いらんよ。誰が？向こうが。で俺も草むらにほかした。本来であれば受け取られるんですか？いや知らんそれ。あ、知らん。いやだから俺が先走って落としただけです。何歳の時に辞めたんですか？30ぐらいどういうふうに切ったんですか？だから一人でいや包丁じゃあ電話包丁でほんでもう一人の人に金づてバーン落としてくる。それどこでですか？どこで？事務所とか家とか俺の家。家でじゃあそれなすぐ病院行って、で病院の人がな今やったらまたつけれますよって言ってな。せやけど俺もせっかく落としたやつやのに今さつく。じゃあ俺も何よ顔写さがって俺も何よそういうの憧れとって指ないの多少はな。でやりたいことないでせやけど一応そういうの憧れとって指ない人見たらかっこいいなとか思うとってでせっかく落としたらそんなのもうつけていらないよ。痛い目して落としたらそんなもん今さらつけてもそんなんいらない。個人は変更できないんですか？ここじゃなくて他の施設に移りたいです。いやその頃そんな知恵とかあれへんから。やっぱ子供はだから中学出るまで銀行出るまでそこおらなあかんみたいな。そんな子供でそんな知恵あれへんから。だから物をついた時にもう施設おってで創業するまで中学の義務教育出るまでそこの施設おってでそこから布団とあれと思うて住み込みのとこ働いて。布団もらったんですか？だから施設の時に1万円くれんねん。出る時な1万円くれてそれで布団とで服一式そこに行くに服一式を買いに行くねんから自分でそれ持って住み込みのとこに行く。だから最初はもう服と布団しかない。服であれで何着もじゃで一式だけやで。なんで辞めたんですか？ガソリンスタンド。俺寂しかったで俺ちょっとみんなより遠いとこ行ってまあ住まいやねんけどな行ってで今まで施設で団体生活しとったやん。でやっぱりなんか寂しいねんな。今まで団体生活しとったのに会社行ってで寮帰っても一人やん。でまあ先輩はおるけど偉そうに言われるしなんかもう泣いたな俺。なんか今まで団体生活しとって15歳とかですもんね。でもうめっちゃ寂しいなってな。みんなとおろう思ってでやめてみんなとまたみんなが働いてるとこあるやん。ほんでアパート借りてるやつもおるしでそこに転がり込んで一緒に卒業したやつが5人ぐらいあるからな。でそれだとまた会うてでそれからその子たちと悪いことしたんですか？多少はな。小学校とか中学校とか辛かったことある？辛いな。
やっぱり中だけ施設の方って言われるからな。でやっぱ学校の子ってやっぱ親が弁当とか持たせやん。で俺らしてたから弁当なんかな、ほんまもう飯に漬物乗ってるみたいな、そんなんしかなかった。で俺学校に弁当持っていけへんし、で弁当の時間はもう体育館行ったりなんかしとって、だから学校の先生が500円くれたりして飯食ってこいとか言って。で俺中学時代でな、一番忘れられへんのかな、一回なたらこが出たんよ、弁当で。その時からこれパーッ蓋開けて食うとそれまではもうこう隠れて食うとっても今の奥さんとはいつ知り合ったんですか？もう古いよ。何年ぐらいですか？もうだいぶな、もう子供40ぐらい。そうなんですか？じゃあ奥さんに出会えてよかったですね。そうやな。それね、子供さんもいてね。めっちゃ俺優しいからな。ほんまに喧嘩したことないと思う。全部もう受け入れるんですね。いや受けるよりやっぱり俺基本的に家庭って知らんからな、その家庭持てるいうことが嬉しい。帰ったら待ってるし、でな何やろ、家庭知らんやん。で昔な俺施設おったらな、昔有馬温泉行ったことあるの。施設から。だから有馬温泉のなんとかとかその施設を招待してくれて、でその時にな旅館の人がなおかえりって言ってくれて、それがめっちゃ嬉しかった。ほんで施設帰ってから「今日な俺おかえりって言うてもうて」だからそれぐらい家庭にもごっつ憧れてた。施設ではスタッフの人たちおかえりって言わないんですか？俺はもう先生言いながら。おかえりって言ってくれないんですか？先生。いやそんな向こうもそんなそのおかえりがまたちゃうねんな。だから中井さんがな、俺らお船から帰ってきておかえりって言ってくれて、それがめっちゃ嬉しかったな。でもう施設帰ってから「今日な俺おかえりって言うてもうたんやで」それぐらいそのおかえり言うてくれたのがめっちゃ嬉しかったよ。だからもうみんなに自慢したわ「今日おかえり言うてもうた」だから何言うの、俺家庭持ってな、その家庭のがもう嬉しかったな。帰ったらな嫁がおかえり言うてくれるし、なんかあんなもん明日も仕事頑張ろうかってなるやん。そのおかえり言うのがめっちゃ嬉しかった。施設おった時な、俺施設おってな一番ええな思ったわな、みんな思いやりがあんねんな。ほんで俺がおったとこはな、さっき言ったみたいな団体生活やねん。で一人が悪いしたらみんな怒られんで、ほんなら何言うの、かばい合いうのがすごいね。あれは俺経験したな思うわ。人を思いやる気持ち、それは俺ももう施設をって一番良かったのはそこやねん。誰が悪いことをしたとしても結局はみんなが連帯責任に負わせられるじゃないですか。だからかばう必要ないんじゃないかなとか思うんですけど、かばう必要はあるんですか？やっぱりそのやった子は特に怒られるとかがあるんですか？だからかばうんですか？じゃあかばう理由はやっぱりな、お姉ちゃんに分かれると思うけどな、やっぱりな同じ仲間いうかもう思いやりがみんなすごいの、お互いにな。まあこれ経験した人間しか分からへんけど、俺もしな施設で育ってなかったからな、今井みたいにそんな優しくないけどな、優しい気持ちはなかったもんわ。人に対する思いやりのな、これは絶対に施設で育ったからあると思うわ。人に対する思いやりはな。だから俺はその点は施設で育ってよかったと思うわ。神がお金の代わりやって、でそれを渡したら牛乳もらえんでな。だから学校の子が自分らなんで紙で牛乳買えんねんって言われてな、もうめっちゃ恥ずかしかって。
最後中学3年ぐらいやったらな、それ友達に売っとったわお前これただで牛乳もらえるからって俺金ないから金に変えたりなお小遣いは出てたんですか？あでね、0円ですか？だから向けないです。すみません。でな、絶対向けないです。1ヶ月300円やね俺ら。300円はもらえてたんですか？いやそれはあれやね、帳面でつけてんねん。実際にくれんで帳面についてんねん。1ヶ月300円で何かあった時に先生に何々買うから言うて申告すんねん。で何々買うから何ぼいるから何ぼください。だから1ヶ月300円いうのは毎月積み立てられんねんけど、実際には手には入れんで、だから帳面上で300円ずつ1ヶ月増えてるだけで。例えば何がいる時にだから鉛筆とかそういうのいる時あるやんか。でその買う値段をもうてで買うて、ほんで領収書渡しして。おもちゃとかは買えるんですか？そんな買えない。漫画とかそんな買えない。中3でも300円ですか？そう1ヶ月な。漫画読んだことありますか？中学生とか小学生。ないな。だから変な話ようパクっとったけどな店行ってな。で夜中みんな寝静まるやん。だから毛布で壁押し筆が張ってやな外から見えんようにしてやな。でアイロンで、昔のアイロンで木と鉄やって、でそれ逆さまにしてで鍋置いて湯入れて湯茶水入れてでもう沸騰せんけどな。でそこそこあれしたら、ほんで5人ぐらいでその1個のラーメン回して食うとったで一口食うては「あ次」言うてで最後のとはもう汁だけのやつもおるしなだから自由にご飯食べれなかったってことですか？そんなん食われるかね。もう飯の時間済んだらもうあれやんか。仲いい友達がいてよかったですね。いや哲らはみんなもう同じ境遇やからみんな仲いいよ。みんな腹も減ってるし。こんなんやったらおかしいけどな。これあれやねんけどな、俺な店入って泥棒とかするやん。インスタントラーメンパクったりなするやん。せやで俺な何回知らんけどな、俺は正しいよ戻ってなんでかじゃな、俺らお金ないやん、なお金ある人間がなパクって腹立っとってお前ら余裕あるにパクったらあかんやろ、俺らは切羽詰まってるからパクるんでみたいな、なんかそういうなんか信念みたいなのがあって、だから趣味でパクったりするやつめっちゃ腹立ってな。お前らが裕福やろ何なパクんでいい。だから俺はだから正義感みたいな変な正義感みたいなの持っとって、俺らはほんまに困ってるからパクってんねんみたいな。まあ俺正当化するんじゃないけどな。だから文房具屋で鉛筆とかパクってで学校の子に安いの売ってな金ないからな。で安いの売ってでそのうちクラスの子が「今度何々が欲しいね」言うたら「あ、ほな今度持ってくるわ」ってで文房具屋行ってパクってきてで安売りな、もう小遣いもないしやな。でクラスの子がええもん持ってるやん、だからやっぱり俺もそんなん欲しいやん。犯罪しとったけどな、俺こんなんやったら悪いけど罪悪感はなかったな。やっぱりお金欲しかったからな、お金なかったから施設が金くれへんからな。でやっぱりクラスの子ってみんなパン買うたりアイスクリーム買うたり帰りしな店寄って食いよるやんか。そんなのめっちゃ羨ましかったよ。金欲しかった。この施設まだあるんですか？あるよ。この前も体験してたらいい。いや俺なこれマジの話でな、施設出てからな嫁はんと何回か施設行ってな、差しとかずっとして施設出た時はなで
リンゴ一箱とかみかん一箱とかずっと差し入れしとって俺こうで持ってってせやけどな俺最後に行ったんかな施設が新築になって改装してなもう昔と全然ちゃうね俺らの時ほんま施設の子ってのはめっちゃ惨めやってで今のこうなみんな高校は行くわほんまにクラブ活動はしてるわもうなんかめっちゃ自由やねもう俺らの時代と全然ちゃうね俺こんな恵まれてる子にする必要ないわ俺らの自分でもう高校は金かかるから行かれへんでクラブ活動はもちろんできん金かかるから今の子は今の施設はめちゃくちゃ優遇されてるだからもうする気がなくなってもそれまで俺ずっと差し入れしとってんね卒園してからクリスマスとかそういうの行って差し入れしたりねずっとしとったの普通のでも心は恵まれてないかもしれない。いや恵まれてるよ東大阪の孤児院で過ごしました。コンビニで食べ物食べたら捕まってまた懲役行ってで今度また出てきてまたホームレスになって万引きしたら今度精神病院に連れて行かれて精神病院から退院して今です。懲役ってどれぐらいいったんですか？僕合計で俺パッと言ったけどみんなもう明るいんかもう普通の家庭と変われへんからで部屋でも綺麗しなで俺らに言うたらもう6人部屋とかもう何よ軍隊じゃないけどもうそういう昔の人でそういう感じやね勉強時間やね俺やろほんなら部屋ごとになポプラとか白川とか部屋ごとに名前がついてんねんでみんなワード並んでなで部屋6人から部屋の長女なポプラ総員何名現在員何名異常なし言わなあかんね毎日やでそれ晩白川現在員何名総員何名現在員何名異常なしとかで全部それ8時頃全部それせなあかんねでその後な「星影さやかに」ってあんねんその歌を歌って終わりであと1時間は10時間テレビ見てもいいし1時間終わったらもう寝なあかんねそんでしてたいや知らんねんそれ毎日歌わなかった星影さやかに静かに吹けぬでそれを歌うでその前に一善ってあるんでそれ今日一日に何一個ええことしたか言わなあかんね毎日やでだから天狗でバーッと回ってくるで順番に「僕が今日何しました」おばあちゃんを助けましたとかなんか順番に言うていかなあかんねほんならそんな一日で毎日そんなあれへんからだから作って言わなあかんしやな僕考えるのもしんどいやんそれぐらい厳しい説明それとことわざってあるね俺めっちゃことわざに詳しいねでなことわざを1個言わなあかんねそんな施設や大変やで今って人権やらねどうのこうのやろな昔は人権でほんなあれへんで今はもうな物言ったら人権やねって言うやろだってそんな紙で買うとか絶対人権問題だと思います。いやそれは知らないいやそれはそれは俺らは金も出してくれんかったから、でそのだからいう反抗したな紙で知らなくなくてそれ人権問題に関わると思います。そうか今やったらだってほら嫌でしたでしょ。それ嫌じゃあ人がおらん時にパッと買いまし急にパッともらうんやからでしょ。だからそれやっぱり人権問題ですよ。ほんで学校の子が自分ら紙で牛乳買えんのとか言って言われて子供の人権だから中学3年ぐらいやったら売っとったりとなそのこれで牛乳買えるから何ぼかくれよな中学3年ぐらいやったらちょっと悪くなってきてるからなせやけど初めの頃は恥ずかしさでもうバーッと見てなでも恥ずかしい思いさせるべきじゃないもん。いやほんでパッと人がおらん時になバーッと出して紙パッと渡して牛乳パッともらうねだから金も出してくれへんかったからで施設からな
あんパンとジャンパンとクリームパンとな3つもとされんねん、弁当な、あんパンジャンパンクリームパンや、で3つもされて、ほんで牛乳入れやん、で牛乳はその紙で買うねん。で学校の子はもう現金で払ってるからや、自分ら紙で牛乳買えんのとか言われてな、それがめっちゃかっこ悪いてな。で人がパッと取らんときにやな、バーッしてバーッ紙渡してパッと牛乳もらうので、施設から学校までバス乗らなあかんねん、な、バスもそういう特別のバス券やねん、施設のとバス会社が契約しとんか知らんけど、そのバスに乗るにその紙がくれんねん。でそれも俺は都合取ったけどな、多分中学3年ぐらいだとそれも友達に売っとったけどな。じゃあどうやって行ってたんですか？歩いてですか？なんせ現金はくれんかだって中学3年生でお小遣いないのは厳しいですよ。だから俺も今の子恵まれてるから俺施設に物持っていくんもやめたんや。お小遣いも出ますもんね。今の子なんかすごいで、クラブ活動はしてるわ。でもそれなりにやっぱり心の面は傷があるみたいですよ。やっぱり心の面は傷があるみたいです。今の子はもう恵まれてんだよ。俺らの自分ってもう厳しかったもん。もう一人ワードにしたらもう団体責任でみんなどつかれとったからな。で俺らの時体罰で当たり前やったからな。俺な人に対する思いやりできたもんな。せずにおったからやもん。そうですね。それは絶対あるわ。子供の時からな団体生活好きだやろ。なほんまに団体生活。だから人に対する思いやりはな、これは施設で育ったからできた思うで、それには感謝してる。それだけ。